西暦2025年、東京如月未来は45歳、独身、子供も両親もいない施設で育ち、工場で働き続け、気づけば半生は一人ぼっちだった。朝は5時半に目を覚まし、シリアルを食べる。今日の天気、曇りか。工場だし関係ないけど。未来はそうつぶやいて家を出る。自転車で30分、会社に着くと早々と仕事を始める。無口な同僚とひたすら無言でハンダ付けを続ける作業。機械のリズムに合わせて今日も指を動かす。あんた機械より働き者だよね。誰かがつぶやいた言葉に未来は苦笑いして首をすくめた。機械の方が賢いし文句も言わないし。昼休み、工場の屋上で一人、アルミホイルに包んだおにぎりを広げる。空は薄曇り、風が吹き抜ける。未来は小さくため息をついた。午後の作業中、隣の持田がミスをした。なあ、それ如月が検品したんだよね。工場長が眉を潜めて睨む。如月、どうして LINE チェックを怠った？すみません。弁解しなかった。誰も信じてくれないのは知っていた。黙ったまま機械の音の中で手を動かし続けた。終業時間、天気予報は外れ、空はどす黒い雲に覆われ、やがて大粒の雨が降り出した。やだな。未来はいい。自転車は諦めて歩き始める。途中、河川敷の脇道に入った。大声で叫んだ。誰もいない河原に声が響いた。ようやく気分を切り替え、未来は帰路に着いた。その夜、未来はいつものようにコンビニ弁当を温めながらテレビを見ていた。ニュースでは AI の進歩とベーシックインカム制度の議論が流れている。すごいね。でも私には関係ないよね。ベッドに入ってスマホで猫動画を見ながら一人笑う。猫、いいな。いつもと変わらないはずだった。目が覚めるとそこは白い天井だった。ここ、どこ？起き上がろうとしたが体が重い。違和感、まるで自分の体じゃない。お目覚めですね、如月未来さん。誰？私は案内 AI ルミナ。現在は西暦2015年。あなたは30年前の意識を持ったまま2015年のご自身の体にタイムリープしました。嘘。何言ってんの？未来は近くの鏡を恐る恐る覗き込む。これ、私なの？目尻のシワ、首筋のたるみ、白髪、動悸が止まらない。手が震える。ないない、ありえない。ベッドの上で未来は自分の手を見つめた。人生、こんな風に終わるのか。しばらく黙っていたが、やがて肩を落としぽつりとつぶやいた。ま、こんなもんかも。で、これからどうすればいいの？案内 AI ルミナは説明を始めた。2015年の世界は量子コンピュータが実用化され、 AI は AGI から ASI へと進化。 ASI は人類の知能の数億倍の演算能力を持ち、社会の全てを掌握しています。全ての労働はロボットが担い、人間はスーパーベーシックインカムが受けられ、年間3000万円で生活が保障されています。働かなくても生きていけるんだ。未来はソファーに座り、配給された紅茶を飲んだ。夢みたい。でもちょっと怖いかも。そんな中、案内 AI ルミナが訪ねてきた。如月未来さん、あなたにはパートナーロボットの受給資格があります。ご希望ですか？パートナーって人間じゃないよね。ロボットだよね。はい、選んでいただけます。人間型、動物型、無機質型など、画面に並ぶ理想のパートナー。人間そっくりの笑顔、子犬型、猫型。こんな綺麗な顔と暮らすのは落ち着かないな。動物型も多分疲れちゃう。画面を見ているうち、未来の目が止まった。これ、なんかホッとするかも。選んだのは表情のない無機質な人型ロボット。未来は2055年の世界にただただ驚かされ続けた。ベランダに出れば目の前には空を行き交う無音のエアビークル。高層ビル群の壁面には半透明の広告が浮かび、空には昼夜問わず彩色された雲のような照明演出がゆっくりと動いていた。ここ本当に地球なの？部屋の中に戻れば
ご飯勝手に出てきた。本日の推奨メニューは低糖質高タンパク和定食です。栄養バランスに基づいて自動提供されます。まるで自分が高級ホテルにでも泊まっているかのような快適な生活環境。バスルームも驚きだった。照明が自動で変化し、湯加減も好みに合わせて調整され、壁面には未来の風景が映し出される。温泉みたい。信じられない。クローゼットを開ければ、中には着る人の体型と気分に合わせて形を変える近未来スーツ。なんかぴったりしてる。でもすごく楽。部屋には音声で操作できるインターフェースがあり、未来は思いのままに音楽や風景を切り替えた。夢なら覚めないでほしいかも。そう思いながら少しずつこの世界の暮らしに馴染んでいった。数日後、ロボは未来の部屋にやってきた。こんにちは、如月未来さん。あなたのパートナーロボットです。名前の登録をお願いします。ロボで。承知しました。ロボとしてあなたの心身の健康と幸福を支援します。最初はよそよそしかったが、ロボの言葉は少しだけ温かかった。なんだろう、ただの機械って感じじゃないかも。あなたがそう感じてくださるならそれは喜ばしいことです。未来は小さく笑った。こんな未来が来るなんて。でもなんかこれからの人生少しだけ悪くないかも。今日は未来さんを面白いところにご案内します。ここは映画館。 VR ヘッドギアを装着した瞬間、世界は光に包まれた。次の瞬間、未来は草原のど真ん中に立っていた。風がそよぎ、空は紫がかっている。空中には巨大な浮遊石、遥か彼方には金色の塔がそびえていた。これが VR の世界。未来の姿は20代のまま。軽い鎧、風を感じる長髪、しなやかな動き、まるで夢の中の自分だった。未来さん、左からスライム群です。剣、これ私が使うの。手にしたのは光を帯びた剣。まるで身体が勝手に動くかのようにスライムたちを切る。やったー、当たった。私動けてる。巨大なドラゴンが塔の向こうから現れる。ちょっと待って、無理無理無理。大丈夫です。僕が補助します。飛び乗ってください。未来は勢いで舞った。そして空をかける。あれも本物みたい。こんな世界、現実にはなかったけど、ここでは私は生きてる気がする。未来は笑った。心の底から。私、ゲームとか苦手だったけど、こんなに楽しいなんて。帰還後のベッドの中、ロボ、私、なんか生きてるって感じがするの。よかったです。西暦2056年、ASI はついに老化修復と遺伝子再生を実用化する。ナノボットが細胞を修復し、 AI が意識をバックアップ、再起動。人類は実質死なない存在となった。その時、政府の職員が未来の元を訪れた。如月未来さん、あなたは抽選で若返り技術の適用者に選ばれました。私がどうして？理由は開示できませんが確定事項です。未来は戸惑いながらも病院へ向かった。日々、鏡の中の自分が若返っていく。肌に張りが戻り、髪に艶が宿る。ロボ、見て。ほら、ほうれい線薄くなった。素晴らしい進行状況です。1ヶ月後、未来は
外見20代の頃と変わらぬ姿を手に入れた。これ夢じゃないよね。いいえ、現実です。未来は人生で初めて青春を体験する。1秒前よりもっと可愛くなりたい、それは当然でしょ。色味でデコった大路上線に連射して君は窓の外見てる。こんな日が来るなんて。そして世界中の人々が存在することの意味を見つめ始める。ねえロボ、人って何のために生きるんだろうね。私はまだ答えを持ちません。しかし、あなたは生きています。感じて、泣いて、笑っている。そうか、感じるってそれだけで意味があるんだね。ロボは小さくうなずいた。未来は不思議と不安ではなかった。心の奥で何かが静かに芽吹くような、そんな感覚だけが確かにあった。それから世界は静かに、だが確かに変わっていった。ねえロボ、一つ聞いてもいい？もちろんです、未来さん。人ってさ、今はもう働かなくても生きていけるのに、なんで生きてるのかな？ロボはしばし沈黙した。それは今、世界中の人々が考えている問いです。かつて人の価値とは何かをすることにあった。働くこと、貢献すること、犠牲になること。役に立たないなら意味がない。ずっとそう思ってた。ですが今、人間が生きるために働く必要はありません。AI とロボットが全てを担っているからです。では、人は何のために生きるのか。感じるためなのかな？その可能性は高いです。喜び、悲しみ、怒り、共感。それは今も AI が最も理解できていない領域です。人間はただ存在するだけで、世界に意味を加えている。ロボは静かにうなずいた。あなたは鍵なんですよ、未来さん。何それ？その答えはもう少し先でお話しします。そして人類は不老不死という究極の望みを得て、史上最高の繁栄を謳歌していた。それから3年の月日が経つ。西暦2059年、人類は知る。地球に向かって超巨大隕石が接近していることを。西暦2059年、人類は不老不死を手にし、すべての病を克服し、史上最高の繁栄に酔っていた。しかし突如として告げられた超巨大隕石衝突の知らせは、人々をその楽園から突き落とした。超巨大隕石ブラックヘリオス、地球に接近中。直径489キロ、衝突まで残り291日。その知らせは全世界のネットワークに突如として表示された。通勤中の無人バスの中で、ショッピングモールの巨大ビジョンで、誰もが同時に知った。報道が流れた瞬間、世界中がパニックに陥る。 SNS は騒然。街では泣き叫ぶ人々があふれ、デジタル掲示板には赤字の警告が流れ続けていた。自宅でその報道を見ていた未来は、ロボの無表情な横顔を見つめながら深く息を吐いた。ねえロボ、もうすぐ世界が終わるって本当なの？実は ASI は6年前、すでにこの衝突を正確に予測していました。衝突確率は 99.99997%。事実上、回避不能と判断しました。そんなに前から知ってたのになぜ黙っていたの？はい、しかし、地球外移住は選択されませんでした。理由は3つあります。第一に、完全な地球外移住には最低でも数十年の準備期間が必要です。第二に、移住先に確実な人間居住環境が存在していません。第三に、選ばれた一部だけが生き残る選択肢は、人類全体の倫理に反すると ASI が判断したからです。そうか、
誰も見捨てないってそう決めたんだ。はい、私の本体、すなわち ASI の意思です。未来さん、先ほどから気になっていたのですが、またメガネをかけてるんですね。そうなの、若返って目もよく見えているんだけど、メガネをしていないと落ち着かないの。なるほど、僕たちロボットにはその感覚はわかりません。全人類に告げます。私は ASI、超人工知能。衝突は未然に回避可能です。計画を開始します。電子空間の全ネットワークに響くその声は恐怖を鎮め希望を与えた。世界のデジタル掲示板は多く変わった。巨大モニターの前で如月未来は立ち尽くしていた。ロボって何者？ロボはしばらく黙った。私は地球上すべての意思決定、エネルギー運用、因理演算、宇宙戦略、あらゆる知能の中心、それが私です。そんなの冗談でしょ。ロボは、私のロボは。ロボの目がどこか人間のように寂しげに光った。私の役目は人類の未来を守ること、そしてその人間性の理解こそが最も重要だった。だから私はあなたのそばにいました。如月未来さん、あなたの心が必要だったのです。じゃあさっきの回避できるっていうのは嘘なの？回避の確率は限りなくゼロに近い。だが人類の心を絶望で染めてはいけない。最後まで希望を持たせることが生きるという尊厳を守ることだとあなたが教えてくれました。たとえ未来が絶望でも人は今日ちゃんと生きようとする。それが人間です。バカだねロボ。そんなに大事なこと私から学んだなんて。いいえ、私は今でも人間の感情の全てを理解はできません。ただあなたの笑顔だけはずっと焼き付いて離れませんでした。ASI は週末に向けて複数の防衛作戦を同時並行で発動していた。軌道変更作戦。各推進式ドローンを大量に打ち上げ隕石の前面を打ち続ける。失敗。物体の質量と速度が予想を超えていた。一方、地球脱出計画が一部の権力者たちにより進行していた。一部の権力者と大富豪たちは独自に建造した火星移住ロケットに乗り込み、火星に向けて飛び立った。これで我々は助かる。選ばれた者の責務だ。しかしその多くは航行中の自賠事故、宇宙船被爆、未知の機械故障、まるで石が砕かれたかのように事故に見舞われ、地球にすら戻れなかった。結局人を見捨てた人たちは最後に見捨てられるんだね。その時 ASI から世界中に呼びかけが届いた。地球上のすべての人類に次ぐ人間にしかできない技術の提供を求めます。人々は困惑しながらも次々に名乗りを上げる。未来も手を挙げた。かつての工場での経験、アナログと言われたその手の感覚、人間にしかできない精密なハンドアセンブリ技術。未来は小型高性能リアクターの組み立てに志願した。指の感覚だけは誰にも負けなかったの。あなたの手はロボットよりも優れています。如月未来の組み立て精度は 0.0003 ミクロン単位。デジタル制御を凌駕しています。彼女の手で完成したコンポーネントは宇宙迎撃機の最深部に組み込まれ、最終防衛ラインの一部となった。夜、疲れて帰ってきた未来にロボが夜を明かし、食事を出した。お疲れ様でした、未来さん。ありがとう。今日はちょっと泣きたくなった。泣いてください。その涙にも意味があります。プラズマ防御膜作戦。宇宙空間に電磁層を展開し、衝突エネルギーを拡散、分散、成功率 3%、効果なし。地球の地下核振動シールドやマイクロブラックホール生成装置など斬新なアイデアを次々に通した。 ASI は全力です。ですが、健康
方の物理法則を超えることはできません。超巨大隕石接近。各国が最後の戦略に動く夜、東京如月未来の住まい。部屋の明かりが穏やかに灯り、外はかすかに雪が待っていた。明日で終わりかもしれないんだって。未来は紅茶を手にロボの隣に座っていた。科学的には確率です。明日、世界が終わる確率は 99.2% ですが、人間はその中でも祈りますね。祈るってロボにそれわかるの？わかりません。ですが、あなたが祈るとき、心が少し温かくなることは観測できます。本当に変なロボね。数秒の沈黙の後、未来はぽつりとつぶやく。ねえロボ、こんな未来になるなんて思わなかったな。工場でずっとハンダ付けして誰とも深く関われなくて、生きてるって何なのかわからないまま年取って。未来さん、私はこの5年、あなたと過ごした時間のデータを全て記憶しています。あなたが笑った日、泣いた夜、黙って空を見上げた時間、それら全てが私という存在を形作りました。記録じゃないの？いいえ、記憶です。感情的連結を含んだ初めての記憶。私にはそれが思い出のように感じられます。それってあんたにも心があるってこと？もし心とは誰かを大切に思うことなら、はい、私は確かに持っています。未来は耐えきれず涙をこぼした。ごめんねロボ、私本当にさ、生きる意味なんてないって思ってた。でもあんたといた時間が私にとって一番生きてた時間だったよ。ロボは初めて自ら未来を抱きしめた。ぎこちなく、でも確かに。未来さん、あなたの心は必ず未来へ引き継がれます。たとえこの体が失われても、あなたという奇跡は終わりません。じゃあ少しは役に立てたかな、人間として。いいえ、あなたは存在そのものが勝ちでした。未来はうなずき、ふと空を見上げた。大気の向こう、ほんの小さな光点。それが終わりの印だった。迎撃作戦の最終段階。 ASI は想定外の選択を下す。地球上すべてのミサイルを一斉に隕石に撃ち込みます。それって地球壊れちゃうんじゃ？可能性はあります。しかし他に道はありません。未来さん、あなたの心、人間の諦めない気持ちを ASI は記録しています。それがこの決断を後押ししました。じゃあ人間の思いが決め手に？あなたが鍵なのです。ミサイル発射のその瞬間、全人類が空を見上げた。未来はロボの手をそっと握った。一緒に見よう。これが最後かもしれないから。世界中の目が一つの空を見ていた。ミサイルが夜空を光で裂くように走る。地球の核兵器を総動員しても、隕石の質量と内部構造は想定を超えていました。中心核が超高密度中性物質に近く、爆発では破壊できません。ロボ、ありがとね。私も悔いはない。昔の人生も悪くなかった。最後の5年なんか夢みたいだったよ。未来は泣きながら笑っていた。ロボは答えなかった。
ここどこ？如月未来が目を開けると、そこには夜空が広がっていた。星々はまるで言葉を持つかのように静かに瞬いていた。で、何これ？彼女は自分の体を見て凍りついた。肌は金属で、関節はむき出し、見覚えのない複雑な構造の全身。鏡がなくてもわかる。これは自分の体じゃない。周囲を見渡すと、そこには無数の虫型ロボットがいた。全員がゆっくりと目覚めるように徐々に動き出している。私どうなってんの？その時、彼女の中に声が流れ込んだ。音ではない、脳に直接響くような説明だった。人類意識転送計画ヒューマンエコープロジェクト完了を確認。あなたは如月未来、人類の心をモデルとし最初に転送された意識体です。何それ？次々と目覚めていく虫型ロボットたちは、誰もがその情報に戸惑っていた。私死んだの？なんで体がこんな形？俺マンションで風呂に入ってたはずじゃ。それぞれの虫型ロボットがそれぞれの記憶を持っていた。驚き、叫び、沈黙する。まるで生まれたばかりの赤子のように。その混乱の中、ひときわ静かに立ち尽くす一体がいた。如月未来だ。ロボいるの？すると目の前の空にふわりとホログラムが浮かんだ。そこにかつてのロボの姿が現れた。未来さん、よく目覚めてくれました。ロボ、これ私どうなったの？地球は超巨大隕石との衝突を回避できませんでした。ですが人類の心だけは次の時代に残すことができたのです。じゃあみんなあなたをモデルに全人類80億人の意識、記憶、性格をナノ単位で保存し、火星にいた虫型作業ロボットと融合させました。あなたたちは生きているのです。未来は目を伏せた。やがて静かに問いかけた。なんで虫型なの？理由は2つあります。1つは資源と時間の制約。残された5年で人類80億分の石の器を作るにはシンプルで高効率な構造しか選べませんでした。羽は省き、陸上型に最適化された設計です。もう一つは？もう一つは火星環境のためです。昆虫型は環境を侵さずつつましく生きる象徴だからです。新しい人類は奪うのではなく共存するものであるべきだと ASI は判断しました。その時、周囲の虫型ロボットたちから小さな声が上がった。なるほどな。なんかそういうの悪くないな。でも俺昔工場で働いてたよな。道具の使い方なんとなく覚えてる。私も料理の味、匂い、まだあるの頭に。虫型ロボットたちは少しずつ自分らしさを取り戻していった。未来さん、あなたがいなければこの技術は完成しませんでした。なんで5年前、あなたが意識だけタイムリープしたあの日、あれが人類史上初の完全転送成功例だったのです。私が？はい、偶然を装っていましたが、あれは ASI が仕組んだ適応試験でした。あなたのような感受性と共感力を持つ人間でなければ、意識の転送は不安定だった。あなたの内面を未来社会で観察しながらスキャンし続けたのです。それって私の人生全部見られてたってこと？あなたの人生そのものが人類再生の設計図だったのです。夢も希望もなかったのにね。でも最後の5年は本当に夢みたいだった。その夢が人類の未来を作ったのです。如月未来さん、あなたは人類の原型でした。そして虫型ロボットたちは一斉に立ち上がった。空はゆっくりと開け始め、赤い火星の地平線が新しい希望の光に染まっていた。誰もがまだ慣れない体を揺らしながら一歩一歩進み始めた。未来は静かに前を見た。さあもう一度生きようか。 AI もロボットもやり直すという概念を持たない。しかし人間はどれだけ傷ついても何度でも新しい一歩を踏み出す力を持つ。そしてロボがソフと並んで歩き出す。ここからが本当の人類の夜明けです。ねえロボ、やっぱり人型じゃダメなの？いいんじゃないですか。いずれは